走行中にエンジンの圧縮比その子が変わる。100年世界中の技術者ができれば理想だと夢に見ながら誰一人量産できなかった技術だ。それをついに形にしたのは日本だった。今日は日本が世界を出し抜いた13のエンジン技術。発明したのは欧米でも世界で初めて量産した唯一ものにしたのは全てこの国だ。始まりは1972年。当時世界一厳しい排ガス規制マスキー法。有害な排気ガスをそれまでの10分の1にしろ。アメリカのビッグ3ですら不可能だと匙を投げた。それを高価な触媒すら使わず複質の希薄燃焼だけでクリアしたのがホンダの CVCC だ。世界一の難題を一番安く一番早く解いてみせた。町工場上がりのホンダがデトロイトを黙らせた瞬間だった。1985年ヤマハの FZ750。一つの気筒に合わせて5本のバルブ。二輪の量産車で世界初の DOHC5 バルブだ。バルブが多いほど一気にたくさんの空気を吸い込める。だから同じ排気量でもより高くより鋭く回り大きなパワーを絞り出せた。1989年 VTEC。低速用と高速用、形の違うカムを回転数で切り替える。バルブの開くタイミングと開く高さを同時に変える機構は世界初だった。街乗りでは扱いやすく回せば表変する。2つの顔を1つのエンジンに詰め込み 1.6 リッターで160馬力。夢とされたリッター100馬力をあっさり超えた。1991年ルマン24時間。ロータリーを4つ積んだマツダの 787B が日本車として初めて総合優勝した。ピストンの往復がないロータリーは軽く滑らかで車体の低い位置に詰める。その武器で700馬力を24時間一度も止まらず回し切った。発明したのはドイツの NSU。だが頂点で勝たせたのは世界でマツダだけだ。翌年ロータリーは禁止となり最初で最後のたった一度の栄光になった。1992年ホンダ NR。ピストンが丸ではなく小判型の楕円だ。丸いピストン2つ分を1つにまとめ1気筒に8本ものバルブを押し込む。狙いは V8 並みの超高回転をたった4気筒で叩き出すこと。レースのために生まれたこの狂気を市販までやってのけたのは後にも先にもこの1台だけ。世界に2つとない。1993年ユーノス800。吸気バルブをわざと遅く閉じ実際より小さく圧縮するミラーサイクル。減った力はニショルム式の下吸気で補う。結果 2.3 リッターの V6 で2リッタークラスの燃費と220馬力を両立してみせた。普通は反する燃費とパワーを同時に手に入れた。量産ではこれも世界初だ。1996年三菱の GDI。シリンダーの中へ直接ガソリンを吹く筒合直噴だ。空気と燃料の比率40対1。普通の半分以下という極端に薄い混合機で燃やし燃費を3割以上も改善した世界初の量産直噴だった。ただ燃え残りのカーボンに流されやがて姿を消す先を行き過ぎた技術の光と影だ。1997年プリウス。エンジンとモーターを賢く使い分け燃費を従来の倍二酸化炭素は半分にした世界初の量産ハイブリッドだ。21世紀に間に合いました。普及のために採算を度外視した215万円で売った。この1台が世界の車の常識を丸ごと塗り替えた。2010年ホンダ VFR1200F。2つのクラッチを交互に使い変速で途切れがちな加速を途切れさせない。しかもクラッチ操作はいらず燃費はマニュアル以上。四輪では当たり前でも狭く厚く振動だらけのバイクに乗せるのは別次元だ。それを世界で初めてやってのけた。2014年未来。水素と酸素を反応させて発電しモーターで走る。わずか3分の水素充填でガソリン車並みに長手走り出てくるのは水だけ。世界で初めて一般に市販された量産の燃料電池車だ。未来は本当に動く。それを世界に証明するための1台だった。2015年川崎忍者 H2。市販バイクで世界初のスーパーチャージャー付きだ。エンジンに空気を無理やり押し込み1リッターの排気量から200馬力超え桁違いの加速を叩き出す。
航空機やガスタービンまで手掛ける川崎重工グループの総力が二輪の常識を吹き飛ばした。そして冒頭の誰も量産できなかった技術の答えがこれだ。2018年日産の VC ターボマルチリンクという仕組みで圧縮比を8対1から14対1まで走りながら無段階に変える。力が欲しいときは低く、燃費が欲しいときは高く、普通はどちらかを選ぶしかないパワーと燃費を両取りする。100年世界の誰も量産できなかった夢を日本がついに形にした。2019年マツダスカイアクティブ X、 ガソリンをディーゼルのように圧縮で着火させる。無理だと言われた領域を火花で賢く制御して量産化。ガソリンならではの伸びの良さはそのままにディーゼル並みの燃費を手に入れた。昭和の CVCC から令和のこの1台までおよそ50年。日本の執念はまだ止まっていない。このチャンネルでは日本の名車と名機を毎日1本保存版として残していく。気に入ったら登録して次も一緒に見てほしい。次はこの中で消えていった三菱 GDI を深掘りする。そして最後に一つ、あなたが一番世界を出し抜いたと思う日本のエンジンはどれだろう。コメントで教えてほしい。